皆さんお待たせ、ソーシャルゲームラボの大地です。今回はスマホゲームからコンソールゲームなど幅広く新作タイトル紹介します。その中でも TGS2025 に出展されるであろう注目タイトルもあるので、最後までご覧くださいませ。チャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネルの登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。ソーシャルゲームラボ。最初に紹介するタイトルはハイファンタジーと妖怪と科学が融合した 3D アニメアクション RPG スポットゼロ。開発は韓国のタルタゲームス。物語の舞台となるのはノア大陸。人間と妖怪がかつて共存していたこの地では、ある日巨大な災悪ブラックアウトが発生。プレイヤーはその謎を追う調査官となり、バディキャラたちと共にノア各地を旅することとなります。科学と呪術が交差する世界で明かされていく過去と真実、そのストーリーラインと世界観の奥深さは SNS でもアニメ化してほしいレベルとの声が出るほど。戦闘は最大3人とペットを編成し、回避コンボスキルを駆使して戦うアクション RPG。 さらに本作では放置戦闘とアクティブ操作を切り替えられる独自システムを採用。手動でがっつりやりたい人も忙しい人も両方楽しめる設計となっており、 SNS ではこれはソシャゲとアクション RPG の良いところ取りではとの期待の声が寄せられております。そんなスポットゼロが話題となったのは2025年4月に実施された第1回クローズドベータテスト。正式発表とほぼ同時に開始された CBT1 では、プレイヤーたちが戦闘が滑らかで気持ちがいい、移動のレスポンスが良好といった高評価が相次ぎ、一部ではこれは大型タイトルの雰囲気があるとの声も出るほど。またキャラの表情演出や背景グラフィックもアニメ調としてはかなりの高水準で、 CBT にもかかわらず演出面の完成度に驚くユーザーも少なくなかったようです。ただ改善点として指摘されたのは UI のやや分かりにくさや一部モーションの硬さ、まだ CBT1 ということもあり、全体のボリュームや育成要素の深さは今後の課題として残されているようです。それでもこの完成度で CBT1 なら今後に超期待。今のうちに目をつけとくべきゲームとの声が多く、事前登録を済ませたプレイヤーも増えてきているようです。現在は正式リリースに向けた調整段階にあり、 iOS、Android、PC 対応予定。今後の CBT2 やグローバル展開、さらには Web3 連携によるプレイヤー経済の導入も噂されており、単なるアクション RPG にとどまらない進化型アニメ RPG としての可能性が注目されております。というわけでスポットゼロはまさに今がスポットを当てるタイミングで、ハイクオリティなアニメ調ビジュアル、快適な戦闘システム、そして奥深い世界観、今年のダークホースになるかもしれない、そんな予感を秘めた一本です。気になる方は次回のテスト情報や公式の続報をぜひチェックしてみてください。続いて紹介するタイトルは韓国のスタジオビサイドが新たに送り出す注目のアニメ調 RPG スターセイバー。これまでカウンターサイドなどを手掛けたサブカルとアニメ RPG で定評のあるスタジオが新たな銀河級の物語に挑みます。舞台は星々を観測し最悪に立ち向かう機関ネビュラ・オブザベーション・エージェンシー、通称ノア。プレイヤーはその一員としてセイバーと呼ばれる仲間たちと共に崩壊に向かう宇宙に希望の火を灯していきます。星の運命、仲間との絆、そして自らの存在理由をめぐる壮大なストーリーがアニメさながらの美しい演出で描かれていくのが本作の魅力です。戦闘は4人編成による単性とリアルタイム要素を組み合わせた戦略重視のバトルシステムを採用。戦闘中のカットインやキャラ固有演出も圧巻で、これはスマホ RPG の域を超えているといった声も上がっています。2025年春には韓国国内でフォーカスグループテストが実施され、参加者からは演出の完成度が高い、操作感が気持ちいいといったポジティブな声が続出。しかしながら UI の動線がやや分かりづらい、ボイス演出がまだ少なめといった意見もあり、今後のブラッシュアップに期待がかかります。ということでスターセイバーはアニメ調 RPG としての高い完成度と将来性を感じさせるスケール感、興味のある方はぜひチェックしてみてくださいませ。続いてのタイトルは反逆か処刑か。
あなたの選択が帝国の未来を変える。2025年7月24日 Steam にて登場したのが単性ストラテジー RPG 大悪逆令嬢ストラテジーオブリリー。開発を手掛けるのは東京渋谷に本拠地を置くアライアンスアーツ。セガとの共同開発リボルバーズ8やアート参加で知られるメビウス FF など数々の個性派タイトルを支えてきた実力派スタジオ。そんな彼らが企画から開発パブリッシュまでを自社で手掛けるオリジナルタイトル。戦略性と美少女ファンタジーを融合させた完全新作の令嬢戦略 RPG。物語の主人公は公爵令嬢スカーレット。無実の罪で皇帝殺しの汚名を着せられた彼女は謎の少女リリーと共に帝国への反乱を決意します。大悪逆令嬢と呼ばれた彼女の戦いは果たして復讐かそれとも革命か。戦闘は単性ストラテジーで敵将を捕獲するか処刑するかによって物語の分岐やエンディングが変化。仲間になる敵将もいれば処刑によってスカーレットが魔王ルートに落ちていく可能性もあり、まさにプレイヤーの選択が物語を動かす仕掛けとなっています。戦局の要は補給線。自軍拠点とつながる支線が命綱となり補給が断たれれば戦略は維持できません。この線を維持するか断ち切るか戦略的判断が見た目の可愛さと裏腹にシビアな読み合いを生み出します。そして本作最大のユニークポイントが配信感の存在。戦場の上空からプレイヤーの配信によって戦局を左右できるというシステムで、例えば誤爆配信を流せば敵将の高速成功率が上がったり降伏勧告や足止め放送など戦略支援をリアルタイムで展開できるという従来のシミュレーション RPG にはない独自要素が積み込まれています。スカーレットやリリーといった主要キャラにはそれぞれ専用のスキルや成長ルートが用意されており、絆スキルが発動するとドット絵を使った美しい演出が炸裂。ボイス演出や主題歌など演出面でもこだわり抜かれた作りとなっています。リリース直後から SNS で注目を集め Steam レビューでは非常に好評を獲得。可愛いキャラとシビアな戦術のギャップが良い、配信感が癖になるといった好意的な意見が多く、インディータイトルでありながら2025年の話題作として存在感を示しています。またゲーム全体に漂う配信と革命と選択というコンセプトが現代的で、ただの令嬢ものではなく戦略性とドラマ性と現代メタ構造を併せ持つ独自な一作に仕上がっています。大悪逆令嬢ストラテジーオブリリーはキャラクター萌えと戦略シミュレーションゲームの奥深さ、さらにプレイヤーの選択が物語を動かすドラマ性、その全てを融合させた新世代の令嬢系シミュレーション RPG です。開発販売を一貫して手掛けたアライアンスアーツの気合とこだわりが詰まった本作。ストラテジーゲームを敬遠していた人にも一度は触れてみてほしい良作で、体験版の配信もされているので興味のある方は Steam をチェックしてみてくださいませ。ソーシャルゲームラボ。続いてのタイトルは時間を巻き戻し因果をつなぎ直す。そんな挑戦的なテーマを掲げるアクション RPG が中国広州のスタジオサロアシススタジオから登場。タイトルはリワイディングケイデンス。日本では機関として紹介されることが多いみたいですね。一見すると幻想的なビジュアルに目を奪われますが、その本質は選択と犠牲をめぐる濃密で重層的なドラマ RPG です。初めて紹介されたのが2025年6月ビリビリで公開された公式 PV で42日間のタイムループを繰り返す構成。プレイヤーの選択によって展開が変わる運命のサイコロ、そして物語の節々に潜む不可解な伏線と節目がちなキャラクターたち。わずか数日で800万再生を突破するなど爆発的な注目を集めました。事前登録も同時にスタートし、タップタップやビリビリのユーザーフォロワー数は急上昇。レディットなどの海外コミュニティでもこれは中国初の本格 RPG ではタイムループと選択肢という構造が魅力的といった反応が見られました。その熱意が最高潮を迎えたのが7月に開催された大型イベントビリビリワールド2025。本作はプレイヤブル出展され、巨大なボスの立像展示や現地スタッフによる体験解説、配布グッズなどで大盛況となり、実際に使用したユーザーからは
パリーや回避を取り入れたスピーディーな戦闘に加え、選択が演出や戦況にダイレクトに反映される感覚に高評価が集まり、アクションとノベルの融合、探索系アクション RPG としての完成度が高いといったコメントも多く寄せられております。作品全体が描くのは選び直すことの意味。プレイヤーは42日間の時を繰り返す中で、仲間との関係、街の様子、語られる物語が少しずつ変化していく。一つ一つの選択が取り返しのつかない未来を形作る、そんな深い没入体験が待っています。また最新技術への対応も抜かりなく、 DLSS4 やレイトレーシングを用いた美麗な描画はただ見た目が綺麗というだけではなく、演出面においても感情の起伏を丁寧に引き立たせてくれる設計になっています。このリワイディングケイデンスは今後の展開として2025年9月に東京ゲームショウへの出展が正式決定しており、日本向けにプレイヤブル展示やローカライズの可能性が示唆されている点も見逃せません。中国タイトルとしては異例の速さでグローバル市場にアプローチしていることからも、本作への開発陣の本気度が伝わってきます。リワイディングケイデンスは静かな世界の中に潜む緊張感と、プレイヤーの選択によって変化していく濃密な物語体験が魅力の作品。ただ強くなるだけではない、ただ探索するだけでもない、この世界では何を選び何を手放すかの積み重ねこそが真の物語となっていきます。 TGS への出展も決定していることから、今後新着情報が出てくると思うので、気になる方は公式 X を覗いてみてくださいませ。続いてのタイトルは崩壊した世界を巡る旅の果てに、プレイヤーが手にするのは色に導かれた選択の物語。そんな濃密な世界観とアクション性を併せ持つ話題作が登場。タイトル名はアネンディングダウン。開発は中国のスタジオアルカイズ・フェイト・スタジオ。そして本作はソニーインタラクティブエンターテインメントが主催する国際的なインディー支援プログラム、チャイナヒーロープロジェクト第3期の選出タイトルでもあります。このプロジェクトからはアイリミットといった作品が輩出されており、チャイナヒーローの名が付く時点ですでに一定の期待値とクオリティの保証があるとも言えるでしょう。アネンディングダウンはその系譜に連なる次なる作品。このチャンネルでもたびたび紹介している注目タイトル。物語は運命の色にとらわれた終末世界が舞台。プレイヤーはレッド・オブ・ウォー、ブルー・オブ・エタニティ、ゴールド・オブ・デスティニー、3つの象徴的な色に選ばれし存在として、それぞれ異なる視点からこの世界の真実に迫っていきます。PV では陰影の美しい廃墟都市や神秘的な遺跡、そして不可解な適正存在が描かれ、選択肢が物語と戦況の両方に影響を及ぼす選び直す RPG 体験が強調されていました。戦闘システムはリアルタイム型のマルチアクション。2人のキャラを切り替えて叩くデュアルリンク操作が特徴で、攻防のタイミング、パリや回避の緊張感、そして連携コンボの爽快さが一体となった没入感の高い戦闘体験が味わえます。本作は2024年のチャイナジョイで初のプレイヤブル展示を実施し、その際に披露されたビジュアルやインタラクション設計、そして選択による展開の変化などが好評を博しました。すでに PS5 や PC 対応を明言しており、レイトレーシングを駆使した映像美や物理演算など中華 RPG の進化系とも呼ぶべき意欲作として注目が集まっています。さらに2025年8月のチャイナジョイへの再出展が正式発表されており、SIE ブースでの最新映像、私有体験が予定されているとのこと。この展示ではリリース日や正式な販売モデルの続報も期待されており、グローバル展開への足がかりとして重要な一歩となるでしょう。加えて東京ゲームショウ2025への出展も強く期待されている状況です。過去にアイリミットなどもプレイステーションブースに出展された実績があることから、アネンディングダウンが日本のファンに向けて初お披露目される日も近いかもしれません。アネンディングダウンはチャイナヒーロープロジェクトの系譜を受け継ぎつつ、終末世界、色、選択という哲学的テーマを巧みに織り込んだ物語没入型アクション RPG です。パリを駆使したリアルタイム戦闘、多層的な物語、そして鮮烈なビジュアル演出、これら全てが絡み合うプレイヤーの選択が世界そのものの運命を左右する、そんな体験が得られるはずです。
チャイナジョイでの続報、そして TGS での国内展開、すでに注目の的となっているこのタイトルに今後も目が離せません。新情報があれば改めて紹介します。ソーシャルゲームラボ。はい、今回は注目のアクション RPG や TGS 出展タイトルなど紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。今後期待値高いゲームが数多く登場予定している中でもAAA タイトルとなる作品もありますので、興味ある方はぜひ公式 SNS チェックしてみてくださいませ。どれも楽しそうなタイトルですけど、個人的にはリワイディングケイデンスとアネンディングダウン、この2つは期待値高めです。視聴者2期の中でも何か刺さるタイトルがあったらぜひコメントで教えてくださいませ。ということで、この動画良かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。